どうも、田舎もんです。古民家 DIY と言いながらですね、最近は気がついたら薪割りチャンネルとなってるんですけども、前回ですね、この積み上げてあるこのもらってきた薪を玉切りしていきまして、ひたすらにね、薪割りをしていました。家の修理は全然進んでないんですけど、仕事もやりつつね、薪を集めて切って片付けて、一人暮らしなんでね、ご飯作ったり洗濯したりと、普通に考えたらこれ全部は無理やなと。生きてるだけで上等やないかとこの結論にね、半年の1回のペースでたどり着くわけですけども、そんなことを考えながらですね、ようやく大方の薪を割って片付いたなと思っていたらですね、また薪が手に入りました。これね、桜の木なんですけど、嬉しい悲鳴とはこのことやなと思いながらね、ぶん投げてましたよ。で、この薪をね、せっせと裏庭の方へ運びまして、またひたすらの薪割りになっちゃいます。すいませんね、変わり映えない話でね。片付けているはずなのにね、どんどん散らかる庭に頭が混乱するっていうね、全く同じ言葉を数ヶ月前にも言った記憶があるんですけども、割ってみて思ったのはですね、この桜、意外と割りやすいですね。日持ちも悪くない木なんで、てっきりね、これカチカチなんかなと思ったんですけど、思いのほかね、よく割れるんで、すぐにね、薪割り自体は終わりました。そして桜にね、順番抜かしをされて残っていたカシやクヌギなどね、この残りを割り切って、とりあえずはね、一段落っていう感じなんですよね。この日はね、雪やったんですけども、半袖で十分なぐらいね、体が温まるんで、やっぱりね、寒い時期にやっておいてよかったなと思ったりするわけなんですよね。ただこの薪を割ってたらね、本当に冬が終わりかけてたみたいなね、そんな感覚なんですよね。そして割ったら片付けなあかんということでね、拾って今度はこれ置き場所の方へ運んでいきます。これね、マジでね、カシの木の重さやばいんですよね。これなんですけどね。マジでコンクリート持ってるのかなっていうぐらいね、重たいんですよね。そしてこれをね、西側の薪置き場へ持ってきました。この置き場所はですね、数ヶ月前にこんな感じで、超ですね、適当な感じに作った置き場所なんですよね。で、今はね、これだけ積み上げまして、これ前と後ろで2列になってるんで、ここだけでもね、結構な量なんですよね。もう自分の背丈ぐらいになってきて、横に支えもこれね、つけてないんで、これ以上はちょっと怖いな、ということでですね、後ろにあるこの単管で作った薪棚、冷静に見てみるとですね、めっちゃスカスカやないかということに気がつきましてね、これ手前の薪はもう乾いているんで、一旦前の段下ろして積み替えることにしました。アホなことしてるなと思うんですけども、当時はね、この棚しかなかったんで、今後はね、もうちょっと無駄のないように詰めるかなと思います。そうは言ってもね、内心はこれ何やってんだかと思いながらね、やってるんですよね。で、この横にですね、今年使える薪の置き場所があるんで、ここにね、入れ替えていきます。で、この間に置いてあるね、木が、これ、柘植の木なんですけど、結局ね、もったいなくてね、未だに切らずに置いたままっていうね、こう謎の貧乏症が発揮されてるんですよね。で、どうせすぐ使うから積み方どうでもええやろっていうね、適当に放り込んでますけど、この辺もね、まして性格出ますよね。ということでね、この立派な薪棚の方が空いたんで、ここにですね、大きめに割った薪をね、置いていくことにしました。このね、積んでいる時がある意味一番幸せかもしれないですね。例えるならですね、通帳の数字がこうどんどん目に見えて増えるような感じで、これまでのね、作業の成果が自分の目の前にこう積み上がるのはやっぱりね、嬉しいもんなんですよね。ただこれね、運ぶときに大きいのを選んでいるんですけど、この選ぶ時間が結構無駄やなと思ったんで、割ったときにね、ある程度分別してぶん投げておくべきやったなと、これは一つね、反省ですね。そんなことを考えながらですね、ひたすら薪を運んでいたら、とうとうね、てっぺんまで積み上がりました。
いや、マジでなんか達成感がありますよ。この上までね、ギチギチで、早くもね、来年の冬が待ち遠しいですよ。この棚と、この右手側のね、置き場所の棚で、来年はね、マジで豊かになれそうっすよね。ここを歩くとね、いろんな木の香りがして、さらにね、お気に入りの場所になりましたよ。そして最後にね、この積み切れなかった薪を片付けています。で、これはどこに置くかっていうとですね、東側の最新の薪置き場ですね。この最新といってもね、これ全部広いもんでできてるんですけどね。適当にこのロープも張ったんで、この先ね、多少薪が増えても大丈夫かなと思います。で、この画面右奥にあるね、積んである薪は馬として、使いやすいんで、とりあえずしばらくはこのままにして、落ちているね、この割りカスを集めます。こういうカスもね、塵も積もればなんとやらで、結構バカにできないし、焚き付けとかでもね、活躍するんで、言えばね、庭で1円玉とか5円玉をね、拾ってるような、なんかそんな感覚なんですよね。そんな感じでね、ある程度この裏庭の方、片付けをしていきました。でもね、このチェーンソーの切りくずはですね、ボンドと混ぜてパテにもできるっていう方法もね、コメントで教えてもらったんですけど、それにしてもね、そんなに大量にいらないし、この庭のね、片隅に積み上げられたこのどうにもならない枝とかね、処分したいなと思っていたらですね、前半動画の方でもちらちら映っていましたが、ドラム缶をもらったんですよね。話の流れでね、ドラム缶欲しいんすよね、みたいな話をしてたら、優しい親父さんがですね、そのうち誰か欲しいっていうやつ出てくるやろなと思って置いてあったんやと、庭先にね、保管していたドラム缶をくれたんですよね。何でも言うてみるもんですね。ということで、特にね、何の工夫もないんですけど、グラインダーでね、この定規を切って、筒のような形にして、この木や草を燃やせるようにしていきました。ちょっとね、グラインダーの使い方が悪いみたいでね、ディスクがアホほどちびりましたけどね、ちょっとでも楽に切れないかなと思ってね、ドリルで穴を開けまくったんですよね。ただね、これ結果的にはね、どっちもどっちでしたね。これだけね、穴開けるの結構ね、時間かかるんですよね。で、ここまでやってね、グラインダーはこの力で押すと良くないなと気がつきまして、優しくね、表面を何でも撫でるように切ると、ディスクの摩耗がね、かなり改善しました。何でもね、力じゃないってことなんですよね。グローブもね、バッチリ溶けましたけどね。で、この切り取ったやつをこんな感じで蓋のようにしたいんで、この辺もね、もうちょっといいやり方ありそうなんですけど、とりあえず思いつきで数箇所切れ目を入れて、で、ペンチで曲げてね、かぶせられるようにしました。全然ね、綺麗にできないし、何の驚きもないやり方でね、ちょっと申し訳ないですけどね。そんな感じでね、バッチリ閉まらない予想通りの蓋になりましたけどね。そんなもんやな。で、空気のね、流れが良くなるように土台にしようと思って、庭に転がっていたブロックをかき集めてきました。謎のね、アングルが埋められていたんで、こちらもね、カットしていきました。で、このアングルもね、また何かで使えそうなんで置いていくことにしました。マジでゴミ屋敷まっしぐらっすよね。で、とりあえずね、仮置きなんですけど、こんな感じで置いてみました。で、このね、ブロックの穴から空気バンバンに吸って、燃焼効率が上がりそうなんですけどね。いや、それにしてもね、この庭の草木や片付くと思うと本当嬉しいですよ。もう何ヶ月もね、見ては見るふりしてきましたからね。なんかめっちゃ庭らしいわと心がねしっくりきましたよ。やっぱり日があるとどことなくいいですよね。で、この後ね、ちょっと風も出てきたんで、試し焼きはね、これぐらいにしてやめておきました。こういう時にパッと火を抑えたくて、蓋を作ったわけなんですけどね。で、この下の部分はね、もうちょっとなんか安全にできそうな感じなんですけどね。いろいろちょっと工夫してみます。そんな感じでね、相変わらず白菜山盛りで、もう鍋には飽きてですね、最近では白菜ドロドロカレーが自分の中でマイブームになってます。そんなどうでもいい情報ですね、今回も終わりにしたいと思います。
最近はね、家の方の進展がなくて楽しみにしてもらってるね、皆さんに申し訳ないなと思ったりもするんですけど、冒頭で言ったようにね、生きてるだけで上等やないかと、そんなことをね、思いつつ日々暮らしている、そんなね、田舎暮らしのドキュメンタリーやと思ってね、お付き合いしてもらったらありがたいですよ。ということでね、今回も最後までありがとうございました。また近々お会いしましょう。